こんにちは、月島です。RME ユーザーにおなじみの TotalMixFX が先日バージョン 2.0 へアップデートされました。今回の動画では TotalMixFX がどのように変わったのか見ていきたいと思います。新しいバージョン 2.0 では見た目や操作性に関わる部分が大きくアップデートされているようです。目次です。TotalMixFX とはインターフェースの変化、フリースケーラビリティ、視認性の向上、最後にまとめです。TotalMixFX は RME のオーディオインターフェースに付属しているミキサーソフトです。マイク入力や DAW からの再生音、それから各出力へのルーティングを自由に設定できるのが特徴です。上段がハードウェアインプットでマイクやギターなどの入力を操作します。中段がソフトウェアプレイバックでパソコン内の音をコントロールします。下段はハードウェアアウトプットでヘッドホンやスピーカーなどの音の出口を操作します。新しくなったバージョン 2.0 でもこうした基本的な考え方や操作方法は変わっていません。旧バージョンと新バージョンを並べて見てみます。並べてみると旧バージョンでは立体的だったミキサーのデザインが新しいバージョンの方はフラットなデザインになっています。表示がフラットになったことによって各ボタンやノブなどが見やすくなった印象を私は受けました。基本的なレイアウトは従来のバージョンと変わらないようです。そして新しいバージョンをインストールしたとしても旧デザインの表示に切り替えることも可能なようです。旧デザインの方が好みで使いやすいという方にとっては嬉しい配慮だと思います。今回のアップデートで最も大きな変更点といえるのがフリースケーラビリティ、画面の拡大縮小機能です。このように画面全体を自由なサイズで表示できるようになりました。以前のバージョンでもサイズ変更は可能でしたが、いくつかの大きさの中から選ぶという機能で自由な大きさに変えるということはできませんでした。バージョン 2.0 はサイズの大きい 4K モニターや逆にラップトップのような小さな画面でもシームレスに TotalMixFX の画面を見やすいサイズに調節することができます。右サイドバー、ルーム EQ、マトリックス画面も独立して自由にサイズを変更できるようになりました。コマンドキーを押しながらマウスホイール、またはトラックパッドの2本指ジェスチャーでマウスポインターを中心とした自由なズームイン、アウトが可能です。そしてズームしてフェーダーを大きくすると、旧バージョンでは表示を拡大してTotalMixFX が画面からはみ出してもそのままだった表示が、新しいバージョンだとスクロールバーが表示されるようになり、操作したいチャンネルを大きく表示させることができます。ラップトップなどの小さいモニター画面で操作するときなどはとても見やすくなり良いと思います。また、スクロールバーの下にある四角いボタンをクリックすると簡単にウィンドウサイズに戻すことができます。操作可能なボタンやノブの上にマウスのポインターを乗せると明るい色でハイライト表示されるようになりました。わかりやすくなったために視認性と操作性が向上しています。インターフェースにライトテーマが追加されて選択可能になりました。また、旧バージョンではチャンネル名のみカラーを変更できましたが、新しいバージョンではチャンネル全体に設定したカラーが反映されるようになりました。そのため、普段よく使用するチャンネルが以前よりもわかりやすいです。これはとても良いバージョンアップだと私は思いました。今回のアップデートを一言で表現すると、使い勝手を向上させるアップデートと言えると思います。基本的な操作方法は従来のままですが、画面の見やすさや操作性は大幅に良くなっていると私は感じました。これから RME のオーディオインターフェースを使い始める方や高解像度のディスプレイ環境で作業される方にとってはメリットの大きいアップデートだと思います。また TotalMixFX 2.0 は RME 公式サイトよりダウンロードしてアップデートすることができます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。